始めさせていただきます。改めまして、小倉と申します。私のセッションは日本語で行わせていただきますので、英語の方は通訳の方をお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、私デロイトの中で AI& データというユニットに所属しておりまして、先ほど冒頭の森正也の組織の中で、特に AI、あるいは今日ご紹介しますメタバース、インダストリアルメタバースの方を担当しております。本日、資料メタバースということでご紹介をするんですけれども、そもそもメタバースという言葉、ここ数年、非常にバズほどに大きく皆さんが議論されますけれども、メタバースという言葉が出る前にはバーチャルとか仮想空間とかということで、もう何十年も前からこの議論は始められておりますし、この後ご紹介しますいわゆるメタバースという空間は各社たくさんもう10年、20年も前から出ております。じゃあこのメタバースというもの、これをじゃあ今後どうなるんだろうかということで一つの調査によると、2030、あと5年する、5、6年すると13兆ドル、50億人のユーザーが生まれると。この環境の中で果たしてどんなビジネスが生まれるかというのは、ワクワクドキドキするというように感じております。メタバースというのは非常に定義が広い言葉ですので、どういうふうにして皆様とご紹介をしてディスカッションすればよいかというところはありますけれども、一つの分類の方法として、例えば4つに分けて考えたときに、デロイト、我々はこういうふうに分けてみました。一つは、左上にあります会話重視型、いわゆる SNS、チャットですね。仮想空間の中で、お互いアバター同士が会話をするというようなことで、確かこれ日本で生まれた、環境だと思います。クラスター。これも確かもう10年ぐらい前にすでに生まれている環境でございます。あと、海外ですと、VR チャットもその名の通り、バーチャルリアリティでのチャットと、これもやはりやっぱり10年以上前から存在している会話重視型のメタバース空間。こちらの方は、ブロックチェーンのテクノロジーとともに生まれてきた、これも割とフォーカスされたディスカッションいくつかあったかと思いますけども、ディセントラランドでのアートギャラリーでの絵画の取引、あるいはザ・サンドボックスでのマーケットプレイス。ここでは、土地を土地に木を植える、あるいは車を置くために2ドル、3ドル、10ドルという格好でお金をやり取りをすることによって自分の仮想空間を作っていくというような、取引を重視した仮想空間が提供されています。娯楽重視型、これは仮想空間、要するにゲームですね。皆さんよくご存知のフォートナイト、あるいはロブロックスのゲーム等々、これはもう申し上げるまでもなく、仮想空間の中だけのゲームと。COVID が出てから非常に注目を浴びている仮想空間におけるいわゆるオフィス空間、オフィスのバーチャルでオビスと呼ばれる非常に素晴らしいネーミングだと思うんですけども、オビスと呼ばれるバーチャルオフィス。これはほぼ 2D、フラットな環境での二次元空間でのオフィス空間ですけれども、近くにいる方と会話をするというオフィスの環境において、人と人との関係性を生み出すといったことで生み出された空間。最後は Horizon Workroom。これはメタが提供されている、もう完全なバーチャル、3D バーチャル空間でヘッドマウントディスプレイをつけて、そしてお互いがプレゼンテーションしたり、ディスカッションするというような体験重視型と書いてありますけど、どちらかというとオフィスを意識した空間というような様々なメタバースの空間が提供されています。少しずつビジネス方に視界を向けていくんですけれども、そのメタバースをどう使うかということに対して、ここにタイトル書いてありますように、お客様との、クライアントとのエンゲージメント、接点を持つときに、このメタバースの空間を使おうというような取り組みが多くなされています。この一つの取り組みとして、我々デロイトのメンバーもグローバルでは非常に活発に進めておりまして、先日行われたモバイルワールドコングレス2023のHello, and welcome to the Mirror World,
an immersive experience built by Deloitte Unlimited Reality exclusively for Mobile World Congress 2023. Here, you will meet Deloitte thought leaders and industry peers, experience demos highlighting key industry use cases, and watch streamed MWC sessions. You can even earn limited edition digital collectibles, showcasing beautiful AI. 離れていくと声が小さくなったり、ここに大きなコインがありますけども、このコインに近づくと、実はこれは NFT、ブロックチェーンでコインをゲットすることができて、このコインをいくつか集めると、この空間の中で、このコインを持っている人しか入れないところに行けたりと、ちょっと少しゲーム感覚を持たせた空間をお客様にご提供したりしています。実はこの空間は6層あって、螺旋階段を上っていくといろんな空間でいろんなコンテンツを楽しむことができるということで、デロイトがお客様にご紹介をしたメタバース空間になります。見えているように上に行くといろいろ楽しいイベントがありまして、この空間そのものはもうこのワールドコングレスが終了したので、このリンクはもうアクセスはできないんですけども、また来年、これよりもさらにすごいものが出てくるかもしれませんので、ぜひその時にはまたお楽しみいただけたらというふうに思います。よいしょ。冒頭の森さんのスライドにもありましたように、こういったテクノロジーというのは、一つのテクノロジーで作り出されているものではなくて、AI、もちろん様々な AI のテクノロジー、エッジから AR、VR、シミュレーション、そして先ほどご覧いただいたブロックチェーン、NFT 等々のいろんなテクノロジーが組み合わさって提供されているということで、AI に総称されるテクノロジーなしにはこのメタバースは提供できないということをお伝えしたくて、このスライドをまた改めてご紹介しました。冒頭申し上げましたように、メタバースというのは非常に定義が広い言葉になります。これをまた違う見方で4つに分けた絵がこのスライドになります。メタバース、Web3、こういった言葉を市場調査、ガバナンスという視点で分けた考え方、あるいは先ほどちょっとご覧いただいたように B2C のコンシューマー向けに利用するエリア、そしてこれを使ったエデュケーションですね、トレーニングなんかに使うような使い方、そしてこの後もう少し丁寧にご紹介したいのが、インダストリー向けのメタバース、インダストリアルメタバースと呼ばれるもの、いわゆる、典型的な例ではデジタルツイン、スマートファクトリーに、代表されるようなテクノロジーの、利用ですね。ここを少し、これからご紹介したいと思います。先ほどいくつかご紹介したメタバースの空間、テクノロジー、パターンとして考えると、メタバース空間だけで完結するもの、先ほどの VR チャットみたいな、メタバース空間、デジタル空間を中心に考えるものの考え方、あるいはこの仮想空間とリアル空間がつながって、仮想空間で何かをしたことがリアル空間に転嫁されるもの、お金が発生したりみたいなものですね。一方で、リアル空間で起こるものをバーチャルな空間に移し込む、いわゆるミラーリングですね。これが最近非常にホットになっているエリアになります。つまり、リアルで起こるものをリアルで再現するのではなくて、これを完全にミラーリングをしてシミュレーションすることによって何かを作る前に仮想空間の中で検証をするという、設計をするという。なので、サービス開発あるいは R&D のエリアで非常にこれがホットな。ただし、ここには非常に高度な演算処理が入るので、負荷の高い処理に対応するシステムが必要になってくる。4つ目は、そこで起こったものをリアルタイムにフィジカル空間に戻す。これが典型的なデジタルトゥイン。仮想空間で発生したものを分析をし、そしてそこで最適化されたモデル、コンフィギュレーションをリアルタイムで、リアル空間に戻すことによって、実際の動き方を変えていくというような、こういうデジタルトゥインの考え方。大きく4つぐらいあろうかなと思います。
少し実際のお客様、クライアント、グローバルでのいろんな事例を背景に、このデジタルトゥインというものを展開するときの考え方として、いろんなユースケースがあります。KPI、キーパフォーマンスインディケーターでどこから始めますかと。もちろんデジタルトゥイン、メタバースができるといろんな効果がありますけれども、例えばこの A 社さんの場合ですと、先ほどちょっとご紹介しました仮想空間において実際に設計をしてみる。例えばこれスマートファクトリーの例なんですけども、スマートファクトリー実際にライン構成を変えると。デジタルトゥインの将来の工場の中では品種少量生産をする必要があると。そういったときに、じゃあそれを実際作ってから動かしてみるのではなくて、本当にこれでこのパフォーマンスでこの品質でものが作れるだろうか。でそこで働くエンジニアの方のアルゴリミクスを考えたときに、本当にエンジニアの方、作業員の方はきちっと快適に作業できるだろうかみたいなことを仮想空間でシミュレーションすると。で結果としてタクトタイム、生産効率を上げる、安全を高めるといったことをシミュレーションするといった使い方。B 社さんの場合ですと、これはちょっと違った使い方で、実際シミュレーションして、そこから上がってくるデータを SNS の環境でデータを世界中にリーダーの方と共有することでディスカッションをして、そして新しいモデル、新しい提案をそのリアル空間のところに戻していくという、いわゆる人がいるということを大切にした使い方、コラボレーションによる知見の共有といったこと、こういった使い方もあります。こういった処理系を実装する上で、先ほどのちょっと質問にありました弊社、デロイトは NVIDIA と一昨年、グローバルでのアライアンスを結び、去年、今年、非常に活発にソリューションのお客様への提案、提供を進めております。ちょっとご覧いただきます。Pioneering intelligence. These words represent the future of the world where we live and work. NVIDIA and Deloitte are paving the road for the next iteration of the world where our clients will thrive. We pride ourselves on having a dedicated, well-trained global team of AI experts who will wield the full capability of NVIDIA technology and take it to market. Our teams drive clients into the future, delivering everything from autonomous mobility to AI-accelerated enterprise supercomputing. NVIDIA and Deloitte are standing shoulder to shoulder as we shape the modern economy and define the new markets we enter together. As we pair NVIDIA's world-leading AI computing capability with Deloitte's breadth and depth of expertise and market relationships, our ability to define, design, and deliver the future is truly limitless. Using our AI modeling capabilities, in combination with cutting-edge NVIDIA software, we expedite AI anomaly detection, which accelerates medical professionals' ability to deploy life-saving patient care. When we set out to develop one AI-fueled product using NVIDIA technology, we're already thinking ahead to how it will scale across multiple markets. As we continue to develop new products, such as computer vision-based predictive maintenance models, we do so with our global talent pool of AI strategists, engineers, and leading experts. When Deloitte launches an AI-fueled solution built on NVIDIA technology, we create something never before imagined. The same is true for our power as market leaders when we work together. As partners, NVIDIA and Deloitte are capable of holding a substantial share of businesses' wallets. We have established ourselves as the go-to choice for clients as we create differentiation with our execution scale. We aren't just market leaders. Together, we are the force defining the future of AI. ご覧いただいているビデオはほとんど英語のままで、申し訳ございませんけれども、日本語でお聞きになっている方もイメージは十分、感じていただけるかなというふうに思います。今ご覧いただいたビデオで出てきたユースケース、シナリオは、すべてデロイトが何がしらの形でご支援、しているソリューションになります。NVIDIA という会社商品、多くの方がご存知のはもちろんゲームですね。ゲームのグラフィックボード、これが中心でスタートした会社かとは思いますけれども、それを使ったグラフィック、今ご覧いただいたような非常に高度な、フォトリアルと呼ばれる非常に高度なグラフィックス、
この日本のセッションの前のセッションでも少しピクサーという名前があったかと思うんですけども、この NVIDIA が提供するグラフィックス、オムニバースという環境、そこはピクサーが作った USD、Universal Scene Description といわれる共通フォーマットで全て定義され、処理されているということで、グラフィックスがあります。一方で、GPU のパワーをふんだんに使って AI のフレームワークを提供している。ここもソフトウェアになります。グラフィックスはもちろんソフトウェアですけども、AI もそういった AI の処理をする上で非常に高速で高精度な処理をするというフレームワークを提供する。これらがソフトウェアを動かすために HPC グラフィックスエンジンが真ん中になる。つまり NVIDIA はもちろんチップデザインカンパニーではありますけれども、そのチップのパワーを使うために NVIDIA はたくさんのエンジニア、半数ぐらいと伺ってますけれども、グラフィックス、AI のフレームワークを開発して提供している。デロイトはこういったフレームワーク、グラフィックスを使ったソリューションをグローバルで提供し、日本でも少しずつディスカッション、提案、実装を進めております。一つ例ですけれども、NVIDIA のサイト行ってご覧いただくと、よく出てくるのが BMW さんの例が出てきます。あるいは先ほどのビデオでもあったように、メルセデスの例もございます。要するに自動車というのが、もちろんハイエンドで非常に複雑なシミュレーションを求められますけれども、少し同じビークルでも、ドイツ鉄道さんの例があります。これはNVIDIA とドイツ鉄道さんがやったやつだというふうに認識してますけれども、こちらが先ほどのパターンの3番にでもご紹介しました、多くの5700というステーションが3万3000キロに上る、線路、ここにおけるシミュレーションを仮想空間で行う。そうすることで、線路から人が、もしかして人が、落ちてしまったら、あるいは線路上に落石があったら、木が倒れてきたら、あるいは新しい車両を走らせるときの流体のシミュレーションみたいなもの、こういった本当にその列車を作り、走行させるときに、通常は起こり得ない。でも、もし何か起こったらどうなるんだろうかというような、非常にエッジの環境、これをシミュレーションすることによって、非常に安全で品質の高いシステムを構成すると、こういったものを、ドイツ鉄道さんではして、これがもうリファレンスとしてグローバルで紹介されております。こういった AI のテクノロジーを使ったフレームワークの一つとして、デロイトもやはりグローバルでアセットを提供しています。こちらの物流の最適化、これは US で開発、展開されたソリューションがベースになっているというふうに聞いておりますけれども、展開してますけれども、トラックの配送ですね。トラックの配送をどれほど効率よく配送計画を変えていくかと。その時その時で物流のニーズは変わってきますので、それに対してどうやってそのトラックの配送、通常のトラックと冷凍車のトラックをどう配送ルートを決定して、そしてそれを実際に実行に移すかというところに対して、かなりデイリーのことですから、その計画値を作る、最適値を作ることに対してパフォーマンスが求められます。で、もちろんコストも下げていかない。これに対して、先ほどご紹介した NVIDIA の CUOPT。NVIDIA はGPU に CUDA と呼ばれるプロセッシングのフレームワークを持ってますけど、それの CUOPT、まさにオプティマイゼーションのためのフレームワーク。それをNVIDIA のハードウェアで動かしているというソリューションベースになります。それを簡単にご覧いただくために作られたデモがこれになります。トラックの配送に対して、このトラック、通常のトラックは1日あたりいくらぐらいかかっているか、1つあたり1つ配送するのにいくらぐらいかかっているか、過去のデータをパラメータとして入力をして、そして本日のというデータを合わせて入れて、そしてオプティマイズをかけると。そうすることによって、こういった今回の冷凍車は、あるいは通常のトラックはといったことを処理をしています。で、これをいろんなパラメータを変えて比較するんですけれども、これを通常の、いわゆる GPU を使わない通常のクラウドですね、でやった場合、だいたい10分ぐらいはかかったそうです。10分、15分ぐらい。で、こちらのソリューションでは、だいたい1、2秒で終わったと。数秒ですね。なので、先ほど申し上げましたように、
数十倍から100倍以上のパフォーマンスでもって、つまりリアルタイムでもって新しい、配送計画を、現場の方にお伝えすることができると、こういったソリューションのベースがあります。もう少し、皆様の、生活に近いソリューションの例として、こちらは、フロントライン AI と呼んでいるように、この右側の小さい坊やって怒られますね、これは。違いますね。ちゃんとした店員さんですね。店員さんの方が、ピザを。Hello, good afternoon. Welcome to I's Pizza. How may I help you with your order today? Do you have any food restrictions or preferences? Hello, how are you doing? I'm good. What would you like today? Could you show me your spicy options, please? Based on your preferences, I would recommend the following 4 options for spicy. Chicken wings, America's favorite feast, deluxe feast, and spinach and feta. Do any of these options appeal to you? Could I have one deluxe feast? Sure. Would you like a small, medium, or large deluxe feast? Large. Okay, I have added 1 large deluxe feast to your cart. Do you need anything else? We also have options for shakes and sides, if you have not tried them. Could you show me your side options? Based on your preferences, I would recommend the following 5 options for sides: garlic knots, onion rings, chicken wings, apple pie, and Chipotle Mexican grill. Do any of these options appeal to you? No, thank you. I would like to check out, please. Great. To confirm, you have ordered 1 large deluxe feast in your cart, and your total bill is $14.99. Is there anything else you would like to add? I would recommend you to have some of our freshly made shakes with real fruits as well with your order. No, that is it. Check out. Is this order to go or to dine in? Dine in. How would you like to proceed with the payment? Google Pay, Apple Pay, card payment, or cash payment at the counter? Google Pay. Sure. Thanks for the confirmation. Your order number is 32 and will be ready in 10 minutes post successful payment. Thank you for choosing Ace Pizza. Enjoy. ご覧いただいたこのデモですけども、これを一つのアニメーションとして見ると、そんなに珍しくないと勘違いされるかもしれないんですけれども、これはオンザフライでオーダーをされる方が会員情報はもちろん渡しているとは思いますが、それに対してピザをオーダーするときにトッピングは何にしますか？あなたのプリファレンスに対してこういうサイドオーダーはいかがですか？これを今聞いてお分かりいただいたように、ほとんど遅延がない、極めてローレイテンシーに処理をしている。スピーチをリコグナイズ、何を言ったかということを認識をして、そしてプリファレンスを持ってきて、そして最適解を求め、そしてそれに対してのメニューを提示をして、またそれに対する回答を認識をして、そして支払い方法までこれを全部リアルタイムで処理をする。これが何百人何千人となっていて、どれほどの処理が必要だろうかと。非常に恐ろしいほどの演算処理が必要なんですけれども、それを先ほどのご紹介した、例えば NVIDIA の GPU のバックエンドの処理があるからこそ、これだけの非常に低遅延の少ないリアルタイム性の高い対応を非常に適切に行うことができると。これの裏で今、超流行りのジェネリティブ AI と同等のテクノロジーが使われているということになろうかと思います。これでも結構私にとってはサプライズだったんですけれども、これのもう一歩先を行くテクノロジーも最近 NVIDIA さんはご紹介されています。Thanks to Maxine, we can now hear and see each other better, and we feel more connected and included, even when language becomes a barrier. To stay engaged with my... ちょっと画像を止めましたけれども、左側がこれが実際にこの女性の方が話されているアクチュアルです。右側がこのMaxineと呼ばれるテクノロジーが一旦処理をしているんです。何が違うか。アイコンタクトをしているんですね、こちらは。これがリアルタイムにされていると。なので、本当はこの方はおそらくシナリオを読んでいるんだろうと思うんですけれども、実際にはそうではないように見える。Audience, Maxine helps me keep eye contact with everyone on the call, whether it's one person or 100, and even if I'm reading a script. ¿Cómo puedes superar las barreras del lenguaje con Maxine? While I don't speak Spanish, with Maxine's help, now I can.
Ahora puedo hablar tu idioma con mi propia voz. Impresionante, ¿no? Magnífico. Pas mal, mais est-ce que Maxine comprend aussi d'autres langues? Oh yes, absolutely. Maxime me permet aussi de parler まとめましたけれども、お気づきになった方いらっしゃるかもしれませんけれども、今、これ同時通訳はしているんですけれども、言語が変わることによって唇の動きが変わっているんですね。きちっと言語に合わせて。これもちょっと驚愕なんですけれども、こういったテクノロジーも NVIDIA は持っているという、これも含めたプレゼンテーションデモになっています。français et bien d'autres langues. Wir würden mehr über die Magie von Maxine erzählen, aber du musst dich bis zur nächsten GTC gedulden. Bleib dran, damit du nichts verpasst. Wunderbar, ich bin dabei. もしかしたら来年のこのセッション、私はこのテクノロジーを使ってこんな風にかっこよく喋れるかもしれませんので、ぜひご期待いただければと思います。それ以外に少しスマートシティ系で、こういったものもあります。これは私が自分で作ったちょっとおもちゃみたいなデモではありますけれども、実際のこれは日本の渋谷なんですけれども、そこのデータ、国交省さんが提供しているプラトーと呼ばれるオープンデータ、これを使った空間を作って、そこにドローンを飛ばして、そのドローンにカメラをつけてるんですけれども、こんなでかいドローンが渋谷飛んだら大事件になるんですが、こういったことをできる、これをどうやって活用するか、こういったことを 3D 空間で実装することが非常に簡単にできるようになった。これをどうやって世の中のためになるソリューションとして仕立てていくかということが、弊社だけでなく、いろんなパートナー様、いろんな業種の方が今尽力されているということかと思います。こういったテクノロジー、NVIDIA さんの環境、GPU カタログという環境にもありますけれども、ここに今日ご紹介した様々なテクノロジーがコンポーネントとして登録されている、あるいは一般の普通にNVIDIA の GPU さえ持っていればエンジョイできるテクノロジーがたくさんございます。弊社デロイト、こういったものを使ったソリューション、グローバル、もちろん国内含めて今、お客様と議論を進めているところでございます。以上、今日私の話は以上でございます。ありがとうございました。